3億円が手に入ったらあなたは何に使いますか？1975年7月20日、いつも通りの営業が始まった足利銀行栃木支店。しかし、本店銀行員の来店により日常は一変するんです。今から栃木支店の抜き打ちチェックをする。有無を言わさず、行員たちのロッカーやデスクの中をくまなく調べる本店スタッフたち。そして、あるものが一人の女性行員のデスクから発見されます。それは、多数の通帳とハンコ。通帳は足利銀行の定期預金でした。顧客情報と照らし合わせてみると、女性銀行員が作った口座は全て架空であることが判明。そう、彼女は銀行の金を横領していたんです。その額なんと、3億8000万円。日本三大横領事件の一つ、足利銀行横領事件。億単位の横領したのは若干23歳の OL。 しかし彼女は裏で操られていたんです。とある秘密巨大組織に。そうっす。強制のなんか金具めっちゃ口に刺さる。闇闇子です。めっちゃかぶせてくるじゃん。めっちゃかぶせてくるじゃん。服変えたからって。闇闇子です。めちゃくちゃかぶせてくるじゃん。どう感想教えてよ。ちょっと薄くなっちゃったね、色がね。だからエッチって。本日ご紹介するのはですね、足利銀行横領事件というね、日本のね、三大横領事件に数えられてる一つなんですけど、三大横領事件があったということが、そもそもね、ってことでしょ？さっき被せてきた分、俺も被せちゃった。今回のね、足利銀行横領事件は、三大横領事件の中でも犯人の年齢が一番若いんです。そして、若さゆえのね、犯行とも言えるんですけど、それはね、動画を見てのお楽しみ。この動画を見た後、大人の皆さんは一体何を思うのか。23歳銀行 OL が犯した罪。遡ること46年ほど前の1975年、栃木県栃木市に所在する足利銀行栃木支店で日本を震撼させる大型横領事件が発生します。この銀行で貸付係を担当していた23歳の女性行員小松雅子は勤勉で周囲の信頼が厚い人物。しかしそんな彼女こそ日本中を震撼させた横領犯。しかし雅子は役職にもついていない一般行員。そんな彼女がどうやって多額の横領を行ったのか。それはこの銀行の仕組みを利用した大胆すぎる手口でした。架空の定期預金口座を担保に融資を受け取るというもの。ちょっと言葉が難しくてどういう意味なんかわかんないんだけど。そんなね、闇銀行さんでもわかるようにね、簡単に説明していきます。足利銀行では定期預金口座があれば、その口座を担保にしてお金を借りることができたんです。雅子はそのお金を借りることができる仕組みに目をつけました。彼女はまず担保にするための架空の定期預金口座を用意。次にお金を借りるための書類に架空の情報を書き込み、架空の定期預金口座と辻褄を合わせた書類を作成するんです。この架空情報を書き込んだ書類を担当者に渡し承認されれば、貸し付ける現金をその場で受け取ることができます。勤勉で上司から信頼を得ている雅子が持ってきた書類。上司は疑うことなくあっさり承認し、貸付の現金を出金するんです。そして雅子は申し込みをした客にその現金を渡すと嘘をつき、上司から現金を受け取り、こっそりと自分の懐にしまったんです。こうして架空の定期預金口座を大量に作り、貸付金を受け取り、横領する作業を何度も繰り返していました。その期間なんと2年以上。横領総額は3億8000万円にも上るんです。しかし雅子はなぜこれほどまで莫大な金額を横領したのか。それはとある男に貢ぐためでした。どこなの？貢いでたってこと？2年でね3億ですからね、めちゃくちゃ遊べますよ。もうなんか見た目とかだんだん派手になってたりしたんじゃない？もしかして自分のためにはね、ほとんど使ってないんすよ。貢ぐためですから。でもね、雅子さんね、逮捕される直前まではね、模範的銀行員としてね、真面目に働いてたんですよね。そんな悪い男に騙されちゃったの？なんでね、雅子さんみたいな真面目な銀行員がね、そんな男にハマってたのか。それをね、見る前に、まずは雅子さんの生い立ちから見ていきましょう。真面目な OL から横領犯。遡ること70年ほど前の1953年、小松雅子は栃木県栃木市で生を受けます。実家は農業の傍らビールの原料となる麦の運送業を営んでおり、雅子は自ら進んで家の仕事を手伝いました。その働きぶりは両親を大いに喜ばせます。さらに学校の成績はクラスでもトップ。高校で所属していたテニス部ではリーダーも務めました。家でも学校でも誰もが認める優等生だったんです。そんな雅子は高校卒業後、学校長推薦で足利銀行栃木支店に入行します。真面目な雅子は無遅刻無欠勤で明るく仕事をこなしました。そのおかげで上司や同僚からも信頼される銀行員に成長していったんです。全然横領犯のイメージから遠いじゃないの。こんな子がさ、日本三大横領事件とか名を残す犯行をしたの？しちゃうんです。そのきっかけとなった男がいよいよ登場します。
就職から2年ほど経った1972年、休暇中の雅子は銀行の同僚と東北に向かう急行に乗っていました。これからの旅行にワクワクしながら雑談を楽しんでいた時、雅子と友人の前に見知らぬ男が現れます。君たち学生？はしゃぐ様子が学生に見えたのでしょう。男は軽いノリで話しかけてきました。キモ。雅子は最初その男に警戒していたんですが、話すうちに打ち解けていくんです。そして次第にもっと一緒にいたいと思うようになります。なんでやねん。しかし楽しい時間はあっという間。急行は目的地の仙台駅へ到着。この時雅子は思いました。もう二度と会えないかもしれない。そんなの寂しすぎる。当時はまだ携帯電話などない時代。そこで雅子は1枚の紙切れを取り出し、自分が宿泊する宿の電話番号を書き込むんです。そして雅子は男にこの紙切れを渡して急行を降りました。いいじゃない。ドキドキしちゃうじゃない、こんなの。僕らはね、うんもう物心ついた時からね、携帯とかね、あったしね、それを考えるとこのなんか携帯ない時代ならではのちょっとこんなアナログな良さみたいなね、ちょっと憧れありますよね。胸をときめかせる出来事があったその日の晩、雅子にまたしてもときめく展開が訪れます。もしもし、そちらの宿に小松さんは泊まっていませんか？なんと本当に男から連絡があったんです。いや怖えな。男の名は北山。雅子は旅館の電話から自宅の連絡先を教えました。そして栃木に帰ってからも北山と連絡を取り合っていたんです。そしてついに北山から電話越しにあなたが忘れられないとアプローチがあり、二人は晴れて恋仲となります。しかしその後仕事で忙しい北山とはなかなか会えない日々。それでも順調に愛は育まれ、雅子はいつしか結婚を意識するようになるんです。一方北山はというと、彼も同じ気持ちだったんです。しかし北山には雅子と結婚するのに踏み切れないある大きな問題が。その問題というのは彼の仕事。非常に制約が多いらしく、今の仕事の間は結婚できない。でもどうしても雅子と結婚したい。しかし結婚するには仕事を辞めなければいけないと語るんです。そんな多忙で制約の多い北山の職業とは一体何なのか。俺の仕事は国際秘密警察員なんだ。嘘くせえな。そんな警察があんの？国家公務員かなんか。国家警察、世界を飛び回ってるって言ってるんですけど、まあ適当な名前なんでね、もちろん嘘なんです。嘘なの？私も騙されちゃってたのこれ。あなたと雅子さんぐらいですよ、これ騙されんの。でも、わかんないです。ちょっと気になってる人が言ったらさ、全部正当化されるみたいなことなんかもしれないですね。そしてね、銀行員と秘密警察。まあ、嘘なんだけど、こんなね、二人の関係は一体どうなっていくんでしょうか。国家警察の宿命。雅子との結婚をたびたび口にするようになった北山。しかし結婚のためには国際秘密警察を辞めなければいけません。ある日北山は雅子に相談します。組織を抜けるにはお金が必要なんだ。雅子はそんな北山の言葉を信じ、二人の未来のためならとお金を渡してしまいます。最初は自分の預金からお金を捻出していたんですが、それでも足りなくなると父親の預金にまでも手を出し始めました。やばいやばい。この時点で北山に渡したお金は150万円以上。しかし北山はまだ足りないと言うんです。ずうずうしいな。挙句の果てには組織を辞めるには5000万円いるとまで言い出す始末。厚顔無知。しかししがない銀行員の雅子がそんな大金を用意できるはずがありません。雅子がそんな大金は用意できないと断ると、北山はこんな一言を放ちます。銀行の貸付係だろ、なんとかできないのか。結局この要求をきっかけに雅子は横領に手を染めてしまうんです。この時に雅子が置かれていた環境もよくありませんでした。その環境とは動機、機械、正当化という不正のトライアングルが見事に揃っていたということ。不正のトライアングル。そうなんですよ。初めて聞いたんだけど。まあ、不正のトライアングル。というわけでね、本日のメトラキーワード。うざいっしょ。犯罪学の研究者ドナルド・ R. クレッシーが提唱した考え方。動機、機械、正当化という3つの要因が揃った時に不正は発生するという理論。動機は不正を犯す必要性のこと。人を不正に向かわせる原動力とも言えるんです。多額の借金を抱えてしまったからお金が必要。給料を減らされたから会社に迷惑かけてやろうという気持ちが動機に当たります。機械は不正が発生する可能性がある状況のこと。社外費を持ち出せる。会社のお金を扱える。など不正を行おうと思えばできてしまう状況が機械に当たるんです。正当化は不正行為に対する言い訳なんです。会社が給料を上げないから、誰かを助けるためなどの全ての言い訳のことを指します。それでは雅子の状況を不正トライアングルに当てはめて考えてみましょう。まずは動機。雅子は北山と結婚したいと望み、そのためにはお金が必要という理屈が動機になります。機会はどうでしょうか。横領を行うためには人目につかない時間に印鑑を使ったりと条件が整う必要があるんです。雅子はこの環境が完璧に整っていました。最後に正当化。お金が必要なのは北山が組織を辞めるため、北山と幸せな結婚をするためと考えることで、雅子は自分の行動を正当化していたんです。こうして完璧な不正トライアングルが
完成しました。不正トライアングルはどうすれば不正を防ぐことができるかという研究の過程で考えられたもの。不正トライアングルのうち動機と正当化は個人の状況や気持ちによって変わっていきます。機械に関しては会社が用意している環境とも言えるんです。つまり機械を排除することで不正が生じにくい環境にできるんです。例えば足利銀行横領事件の場合、印鑑が上司しか開けられない鍵付きキャビネットに入っていたら、手形の現金化は必ずダブルチェックで行うルールにしていれば、そうすれば政子は横領に手を出すことができなかったかもしれません。なるほどね。うん。あとさ、うん闇子トライアングルって知ってる？知らないね。知らない？このね、紫髪とセクシーなボディと、うん。色気のある声が揃えば、うセクシーな女の子になれる。それが闇子トライアングル。Repeat after me. 闇子トライアングル。そんな女心にね、つけ込んでね、悪事を働かせるね、自称国際秘密警察員とかね、うさんくさいね、この北山の本当の正体とは一体何なのか。北山の正体。時は遡り、政子と初めて出会った日の北山は仙台駅で政子たちと別れた後、用事を終え東京へ向かいました。そして自宅に入っていきます。その表札に刻まれた名前は伊藤。お帰りなさい。北山を迎えてくれたのは彼の妻。なんと北山は東京在住の既婚者だったんです。しかも本当の名前は北山などではありません。彼の本名は伊藤孝明。そう、政子に語ったプロフィールは全くの嘘だったんです。もちろん国際秘密警察員というのも嘘。あろうことか北山はむしろ警察のお世話になるような人間でした。北山改め伊藤が東京へ出てきたのは大学進学がきっかけ。しかしギャンブルに明け暮れる日々を過ごし、わずか2年で大学を中退してしまうんです。その後千葉の自衛隊に入隊したんですが、ギャンブルに使うためのお金欲しさに蕎麦屋に強盗に入り逮捕されるような男でした。ちなみにね、この時はですね、競馬でね、お金を吸ってね、亡くなったらね、競馬場近くの蕎麦屋からね、お金をね、強奪してたらしいんですよ。短絡的すぎるでしょ。なん政子さ、こんなやつに騙されるわけよ。意味わかんないですよね、ほんと。そんなクズ人間伊藤でしたが、彼にはある特技があったんです。それは女性に異常にモテること。女性の心をつかむ話術に長けており、強盗罪での服役を終えた伊藤は現在の妻と出会い恋愛結婚します。しかし結婚したからといって伊藤が真面目に仕事などをするはずがないんです。妻の収入を頼りに生活し、自堕落な生活をしていました。そんな伊藤から見た政子はうぶすぎる女性だったんです。伊藤は政子に優しく接することで彼女が自分に惚れていることが手に取るように分かったんです。その証拠に普通だったら理解不能の謎の職業、国際秘密警察員すらも全く疑う様子がないんです。伊藤はこれをきっかけにこう思います。これはいけるかもしれない。伊藤はついに政子にお金を持ってくるように持ちかけます。すると頼めば頼む分だけ差し出してくれるんです。なんでやねん。仕事を一切せずにギャンブルに溺れる伊藤にとっては政子はまさに金のなる木。もうクソ野郎だな。こうして伊藤は政子から手に入れたお金を元手にギャンブルはもちろん会社の設立資金にしたり、複数の愛人を囲うための費用に充てたんです。一方政子は3億円もの大金を横領していたにもかかわらず、そのお金を自分に使うことは一切しませんでした。このお金は結婚するために必要なのと。ちなみにこの伊藤が設立した会社は、競馬の結果を予想したり、競馬新聞をね、作ったりする会社なんです。うまくいってたいけませんね。こんなやつが作る会社うまくいきません。政子と伊藤が出会って2年ほど過ぎた1975年4月下旬、伊藤は政子との待ち合わせ場所に向かっていました。今回も政子が横領した金を受け取るつもりだったんです。しかし目的地に到着し車を降りようとした時、伊藤は違和感に気づきます。政子がいない、何かがおかしい。とっさに異変を嗅ぎつけ、そのまま車を降りずその場を走り去りました。そしてバックミラーを覗き込むと追いかけてきたのは警察車両。そう、政子はこの時すでに警察に捕まった後、彼女の証言を受けて警察はずっとこの場で待ち伏せしていたんです。しかし伊藤はそう簡単に捕まるような男ではありませんでした。警察車両を振り切り家にも帰らずそのまま逃亡生活を開始するんです。さらに逃亡を始めた伊藤の車の助手席には若いスレンダーな女性が一人。なんと伊藤は不安を紛らわすため愛人を連れて逃走していたんです。こいつマジでやばいわね。もうやばいし、そんな男にねついてくる、愛人もねやばいですけどね、どこに魅力があったのかもね、人それぞれですけれど、愛人との逃避行を続けて数ヶ月後の9月18日、ついに伊藤は居場所を突き止められあっけなく逮捕されます。政子から数億円という大金を貢がれていた伊藤。しかし逮捕時の所持金はたったの250円でした。いや少な。一方その頃拘置所にいた政子はこう思っていました。大丈夫、秘密警察員の彼がきっと助けに来てくれる。なんと彼女はまだ秘密警察の存在を信じていたんです。伊藤が愛人と逃避行していたことも知らずに。政子が不憫すぎる。私は騙されちゃってたんですがね、結局結婚詐欺だったんですね、犯罪なんでね、政子も懲役を受けたんです。
伊藤に騙されていた雅子が横領するという二重構造だった足利銀行横領事件。雅子は懲役3年6ヶ月、伊藤は懲役8年の実刑を受けました。出所後はどんな人生を歩んだかは分かりませんが、雅子は存命ならば現在60代後半、素敵な男性と出会い幸せになっていることを願ってやみません。伊藤に騙されていた彼女は被害者でもあるんです。横領する機会があったのも不運が重なった結果とも言えます。しかし犯罪と分かって横領に手を出したのも事実。行動の結果はいつも自分に返ってきます。